書くのがとても難しい人間の手をうまく書けるようになる近道はありませんが、遠回りしないで済む方法はあります。今回は手を書くためのポイントと効果的な練習方法を紹介します。手を書くときに押さえておきたいポイントは3つ。骨と関節の構造、プロポーション、そしてラフの取り方の3つです。この3つを知っておくことで、手はとても書きやすくなるでしょう。ポイントの1つ目は骨と関節です。人体は円柱や塊で形が取れれば、骨は後から段階的に学んでいっても良いのですが、手だけは例外です。手を書く場合、まず最初に手の中の骨について知っておくことが何より大切です。こちらが手の骨です。手の形は骨の形ほぼそのままです。先に骨を知っておくことで手の形をより深く理解できるでしょう。骨の名前は特に覚えなくても良いですが、骨の場所と一緒に覚えた方が効率が良いでしょう。手には多くの骨と関節があります。これが手を書くことを難しくしている元凶です。ここでは手の骨と関節に関する基礎をインプットしておきます。手首側から一つずつ見ていきましょう。手首と手をつなぐ付け根部分にある骨の塊は手根骨、まさに手の根っことなる骨で、手の骨の中では一番頑丈な部分でもあります。ここは8つの小さな骨が集まったものですが、まとめて手根骨と覚えておきましょう。次に手根骨にくっついているこの5本の骨は中手骨です。指の骨みたいな形をしていますが、中手骨はまだ手のひらの中にある骨です。手の中の骨なので中手骨と覚えておくと良いでしょう。人間の手のひらは1枚の板でなくアーチ状に動きます。これは中手骨が5つに分かれていることで可能な動きです。これにより指を寄せて物をつまむような動きができるのです。中手骨の先からがようやく指と呼ばれる部分の骨になります。中手骨の先にある5つの骨は基節骨、指の基礎になる骨なので基節骨と覚えましょう。基節骨の先に続く指の骨は中節骨、指の真ん中にある骨で中節骨です。ちょっと待ってほしいのだ。何でしょう。親指の中節骨を書き忘れているのだ。これは書き忘れているわけではなく、親指には中節骨がないのです。そうなのだ。中節骨は人差し指から小指までの4本にしかありません。5本の指の中で親指だけは他の4本と違うちょっと変わった構造や動き方を持っています。中節骨の先が指の先端部分となる末節骨、指の末端の骨なので末節骨です。爪のあるこの部分の骨になります。末節骨は親指にもちゃんとあります。以上、人間の手には全部で20個の骨が存在します。数多すぎでわろた。骨は20個ですが、種類は手根骨、中手骨、基節骨、中節骨、末節骨の5種類です。手を書く練習をしながらで良いので、徐々に骨の位置と名前を覚えていくと良いでしょう。気軽に言ってくれるけど、決して簡単なことではないのだ。次に手のどの部分が動くのかを見ていきましょう。関節と言われる部分です。手には関節が15箇所あります。基本的には骨と骨のつなぎ目部分が関節となるのですが、いくつか注意する点があります。まず手根骨と中手骨のつなぎ目の部分、人差し指から小指までの4指のこの部分は動きませんが、ちょっと変わった指である親指だけは動きます。ここが動くので親指は4指の前に回り込んで物をつかむことができるようになります。手を書くときにも親指は独立した存在として扱います。次に人差し指から小指までの4本の指の関節についてです。この4指を手のひら側から見たときに、いかにも動きそうな雰囲気を出しているこの部分、実はここには関節はありません。シワもあって見るからに動きそうなのに、ここが動くという場合、基節骨が折れています。手のひら側から見た指のシワはここを除いて全て関節があって動くので、初心者をはめる罠みたいになっています。中手骨と基節骨の関節の正しい場所はここになります。完全に手のひらの中に埋まってしまっているのです。これは手の甲側から見ると分かりやすくなります。甲側からだとゴツゴツした骨のつなぎ目が見えるので、関節がどこにあるのかが分かりやすいです。こうして見ても中手骨と基節骨の関節は手のひらの中に入り込んでいるのが分かります。手のひら側のフェイクのシワは指を曲げてきた時に肉が寄ることでできるシワです。手を書いていてなんだか関節が多いなという時は、ここを曲げてしまっていることがあります。手を書く基本は骨と関節を知ることです。どこにどういう骨があってどこが動くのかを少しずつでも良いので覚えていきましょう。手を書けるようになるために、これが回り道を避ける一番良い方法です。骨と関節を押さえたら、次は手のプロポーションについて勉強しましょう。プロポーションとは比率のことです。
人の姿は様々ですが、多くの人に共通する体の部分の長さや大きさが存在します。人体比率と言われるもので、これを知っておくと体を正しいバランスで描くことができるようになります。全身の基本的な人体比率についてはこちらの動画で解説しています。よければ見てみてね。そして手にもそういった万人に共通する決まった比率があります。ここでは手の比率について解説していきます。まず一番大切な比率は指と手のひらの比率です。ここを間違えると手の形が途端におかしくなってしまいます。指と手のひらの比率は1対1です。正確には中指の中手骨と帰節骨の関節を真ん中として、そこから手首までと中指の先端までの長さが同じになります。この比率は手の全体バランスを決める重要な比率です。次に指の長さの比率です。人差し指から小指までの4本の指で一番長いのが中指です。指の先端部は中指を頂点として、人差し指側と小指側になだらかな両線を作り出します。このなだらかな曲線は4本の指の至るところに現れます。人差し指と薬指の長さは人によって少し違いますが、ほぼ同じ長さで書いても問題ない違いです。人差し指と薬指の長さは同じと覚えておきましょう。4本の指の中で一番短いのが小指です。小指の先端は薬指の第一関節あたりで揃います。そしてこの4本の指の帰節骨は中節骨と末節骨を足した長さとほぼ同じです。指の先端から第二関節、第二関節から第三関節までの長さがほぼ同じということです。これは指の関節位置を確認するときに役に立つ比率でしょう。親指は4本の指とはかなり形が異なります。太くて長い指ですが、付け根が手首に近く、骨も一つ少ないのでとても低い位置にあります。親指の長さも人によって変わります。高さの目安としては人差し指の第二関節と第三関節のやや第二関節よりに先端部が来るくらいの長さで良いでしょう。最後に横から見た手のプロポーションも確認しておきます。横から見た手は薄い印象があるためか、描き慣れていないとこんな感じの手を描いてしまいます。これのどこがおかしいの？問題は手の厚みです。手は手首とつながっていますが、この手の厚みだとペラペラの手首を描くことになります。指の先端部分の厚みはあまりないのですが、手首に近づいていくほど筋肉がしっかりついていて厚みが増してきます。指の先端を1とすると、手首あたりの厚みは3から4くらいになります。手は横から見た時も意外と厚みがあるのです。手を描くときはこれらのプロポーションを当てはめていけば、間違ったバランスの手を描くことを避けられます。覚えることが多すぎるのだ。手はこれらの知識を組み合わせながら描く必要があります。日々の練習の中で確認しながら少しずつ覚えていきましょう。長い道のりなのだ。最後は手のラフの取り方について説明します。手も基本的にラフを描いてから細部の形を描いていくのがおすすめです。円柱や塊を使った立体的なラフの描き方は別の動画で解説しているのだ。概要欄にリンクを貼っておくのでよければ見てほしいのだ。手のラフは3つの部位に分けて捉えます。手のひら、人差し指から小指までの4本の指、そして親指の3つです。ラフを描く段階で手の基本的なプロポーションを当てはめておきます。4本の指のあたりは少し手のひらに入り込んだところで1対1になる比率です。4本の指の付け根である第三関節の位置は間違えやすいので、この時点で書き込んでおきます。指を動かすときはここが基準となります。動きが少ない手ならこのラフの書き方で簡単に形が取れます。指が動いても基本的にはこのラフの取り方で考えます。慣れてくれば影絵の狐の手などの複雑な形の手もこのやり方で基礎が作れます。基礎となるラフが描けたら円柱で指のラフを描いていきます。ここでは指の長さが変わらないよう注意しましょう。手は指の動きや見え方を描くのが特に難しいですが、ラフの段階で形をしっかり作っておくのが重要です。以上が手を描くための3つのポイントとなります。手の骨と関節、基本的なプロポーション、そしてラフで形を捉える3つです。いや、正直とても描けるようになる気がしないのだ。とてもよくわかります。それだけ手は複雑で描くのが難しいものだということです。しかし、難しいからと描くのを避けていたら、ずっと描けないままですよ。ぐぬぬ。私の経験から言うと、手がうまく描ける人は、他のどんなものを描いてもうまいです。これはその人が手のような難しいものも、しっかり描こうと向き合った成果でしょう。逆に手を体で隠したり、ポケットに突っ込んだりしたような絵を描く人の上達は遅かったし、描くのをやめてしまった人もいます。恐ろしい話なのだ。手を描こうと努力できるかどうかは、今後のその人の画力の伸びを見るバロメーターの一つと言えるかもしれません。わかったのだ。
上手くなりたいから手もちゃんと描けるように練習するのだ。最後におすすめの練習方法も紹介しておきましょう。おすすめの練習方法。それは自分の手を描くことです。自分の手？そうです。あなたの手は一番のお手本です。手を描く練習は形を捉えるトレーニングとしてもとても有効です。手は日常で見る形として特に複雑なものなので、手が描けるようになれば大概のものは描けるようになるでしょう。でも自分の手をどんな風に描く練習をすればいいのだ？この時に重視するのは形を捉えることです。まず自分の手を見て形をラフで捉えましょう。先ほどの手の比率なども考えながらラフを描いていきます。ラフで形を捉えるだけでも良い練習になります。形を捉えるのが難しければ最初は指を伸ばした状態で OK です。練習なので綺麗に描こうなんて考えず、いろんな線をゴリゴリ描いていきましょう。ラフができたら指なども含めた手の形をとっていきます。この時に中の骨がどうなっているかということを考えながら描くと良いでしょう。自分が今描いているあたりは中指の帰節骨だなとか薬指の中節骨だなと意識することです。一石二鳥で骨についても覚えられますからね。骨を考えることで手を描くときに指が変なところで曲がったりしなくなります。シワなどの細部は描かなくてもいいので、とにかく形を捉えることを重視しましょう。で、この練習はどれくらいすればよいのだ？ずっとですね。ずっと？ずっと続けないと手が描けるようにならないということではなく、続けることが大切ということです。毎日1枚で良いので、自分の手を描く練習を続ければ1年で何冊のクロッキー帳が積み上がるでしょう。5、6冊くらいはいきそうなのだ。多くの人はこんな練習をしないですし、始めても途中でやめてしまうので、ここでできる差は大きいです。この手を描く練習は本番の絵を描く前のウォーミングアップとしてもおすすめです。好きな絵を描く前なら続けられるかもしれないのだ。一気にたくさん描くのではなく、1日3分1枚でいいから毎日続けて描くことを意識してみてください。わかったのだ。毎日描く習慣をつけてみるのだ。とりあえず3ヶ月続ければ形を見る目も育って、複雑な手も簡単に形を捉える力がついてくるでしょう。その頃には手を描くことも楽しくなっているはずです。楽しくなるかはわからんけど、頑張って続けてみるのだ。練習で描く時でも手のプロポーションや骨を忘れずに意識してみてください。了解なのだ。とりあえず3ヶ月続けてみるのだ。ということで今回の動画は以上なのだ。結構効果があるので、皆さんも手を描く練習やってみてください。この動画が役に立ったなら高評価ポチポチしといてね。それではまた。また見てね。